in hand, building a car filled with dreams. Gioro's camper van, the day of completion has come. When the engine starts, freedom spreads. Let's drive on roads not on the map. キャンピングカーに乗り続けること30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということでこのバスを手に入れた。はい、皆さんこんにちは。もうすぐクリスマスですよね。もうクリスマスが近いということで、今回はキャンピングカーの中でクリスマスパーティーをしてみようということでやっていきたいと思います。まずはね、その準備の方から始めていきたいと思います。はい、これね、クリスマスリース。これ妻が作ったんですけど、一応ね、電気つくんですよ。で、この前も電池入れてみたんですが、もう電池がないという。あっという間に電池なくなっちゃうんですね、これね。こんなボタン電池が入ってるんで、これ中身がですね、どんなちょっとここ、接着剤が取れちゃった。直しとかんと怒られるね。こんな感じでですね、2032が2つ入って6V になっております。こっちがマイナス、こっちがプラスということで、マイナススイッチやね、6V なんですね。でですね、これボタン電池なんですぐなくなっちゃうんですよ。で、これではですね、まあ一瞬しかつけれないですし、せっかく飾っとくんだったらね、電気つけて飾っておきたいなということで、6V なんですけど、5V といえば、これね、USB がありますよね。で、これをここにつないで 5V でつけちゃおうと。1V ぐらいだったら、そうね、暗くもならないだろうし、いけるんじゃないかなと。この線をつなぎたいと思います。USB、どうかな？消費電力が小さすぎて、こういうモバイルバッテリーだったら電源落ちちゃうかな？どうなんでしょうね。いっぺんちょっと仮にやってみましょうか。切れ端が悪いな、立派。はい、シールドと2本の線が出てきました。これどうなってるんでしょうね。シールドはマイナスにつながってんのかな。テスター。そしたらこれつなぎます。これテスターで反応する？2.38 これこっちでもアースつながってますね。導通見てみましょうか。これ挿してなかったらいかへんかな。アースこっちと挿してないと導通は出ないみたいですね。アース挿すと、アースじゃねえや、USB 挿すと出ますね。はい。ということで、これがつくかどうかですよね。マイナスとプラス。これのスイッチが入んないですね。ということで、USB の充電器につなぎました。で、これで、めっちゃ明るい。これは、なんか抵抗入れた方が良さそうですね。これ 6V かかってんのにな。これ電池、
新しいの入れて、ほんまにそんなに明るくて大丈夫なのか試してみようかな。で、6ボルトかけても大丈夫なはずやもんな。とりあえず203に取ってきてどれぐらいの明るさなのか試してみましょう。皿の電池取ってきました。どれぐらいの明るさなのか。こんな明るさ？これ1個片一方しかついてないですけどね。こんな明るさ。そして5ボルト。めっちゃ明るいな。やっぱりちょっと電流制限を設けた方が良さそうですね。200オームぐらいでどんなでしょう。LED が何個ついとんかなこれ。ようわからんので。ちょっと暗すぎ？じゃあ、ちゃんと計算しろよっていう話やけど。まあ、とりあえず試してみたらいっちゃ手っ取り早いかなということで。LED の数数えるのもめんどくさいし。100オームでこんな感じ。まあ変わらんな。50オームぐらい。50オームがないや。これ10オーム。10オームやったらどんな？ 10 オームやったらちょっと明るい。ちょっと明るすぎ。33オームでもちょっと明るすぎ。47オーム。あ、これぐらいがええんちゃう？ 47 オーム。これでいきましょうか。変なやり方。そしたら、どれが皿の電池？これが皿かな。3ボルト。3ボルト。これとこれが皿やね。で、この古いやつは捨てましょう。これ線の色が一緒なんで、マイナス側、こっちマイナス、こっちマイナス、線に色つけときます。47オーム、33オームにして2ついっぺんに行こうか。ということで、2ついっぺんにつなぎましょう。これ、もしかして、ピンボケ？そして、アース側は、これシールドもね、一緒に。あ、しまった。チューブ入れるの忘れた。こんな感じで、いかがなもんでございましょうか。できました。そしたら、USB 電源つないでみましょう。はい、どうでしょう。ランプつきましたね。これ上の電気消しましょう。こんな感じです。こっちも電気消そうか。いかがでしょうか。ね、クリスマスリースらしくなりましたね。これがモバイルバッテリーでいけると一番いいんですけど、モバイルバッテリーつないでみましょう。無理ですね。電源入んないですね。モバイルバッテリー電源が入るタイプあるかな？ちょっと探してきます。このモバイルバッテリーやったらね、一応電源スイッチ入れれるんですけど、もしかしたら数分経つと、何秒かもしれへんけどね。切れちゃう。ほら、やっぱりな。電流不足でね、何も繋がってないと感知して切れちゃいますね。モバイルバッテリーじゃ無理だな。スイッチを入れとけれるモバイルバッテリーがないから、もう電源から取るしかないっすよね。
モバイルバッテリー、スイッチのタイプありました。これだったらね、多分切れなくていけると思います。こんなね、スイッチのモバイルバッテリーもう今ないですよね。ほら、因果、マイクロ、全部、ホットボンドでくっつけてるみたいなんですが、ちょっと裏のね、ここ、ホットボンドが取れちゃったので、付け直しときたいと思います。ホットガンで炙ったら、もっぺんつかへんかな？もう大丈夫かな？よし。はい。これやと、ずっとスキッパーになってくれてますね。はい。ということで、できました。電飾が完成しました。これを完成させて、クリスマスですよね。で、クリスマスといえばやっぱり美味しいもの食べたいなということで、せっかくね、飾り付けもできたんで、美味しいものを作っていきたいと思います。それではですね、クリスマスといえばターキーということですけど、ターキーはね、でかいし、なかなか売ってないし、で、丸鶏チキンやとね、なかなか大きくて食べきれないんで、鶏の胸肉買ってきました。そしたらこれでね、料理をしていきたいと思います。そしたらフライパンで換気扇回しとかなあかんね。換気扇回したらうるさいけどね、ごめんね。さっき油入れて、ギリギリまで静かさを。オリーブオイル入れました。鶏はね、もう塩コショウね、してますね。じゃあフライパン温めていきます。加熱、どここれ。200度。オーブン温めとかなあかんね。220度ぐらいでいきましょうか。余熱で、220で、これね。はい。フライパンの方は、また持ち上げた。じゃあちょっともう油、煙出てきたからね、換気扇いきますよ。ちょっとうるさいけどね。これ、キッチン。で、油が飛ぶから蓋しときましょう。あとね、こういう野菜もね、茹でるのめんどくさかったからね、これ、買ってきました。玉ねぎと人参とブロッコリーの彩りでね、パンプキンにしめじでいきたいと思います。で、こっちにもね、クリスマスの飾りが来ました。これの作るとこの動画はないんです。ないんで。輸入してったね。もう外は真っ暗。こんな感じですね。真っ暗ですね。そろそろいけるかな。焼き色が来ましたね。これめっちゃ匂いが外に漂ってんのかな。はい、こんな感じでね、表裏焼き色つけました。そしたらオーブンに入れたいと思います。オーブンがちょうど予熱が完了しました。そしたらオーブンに入れていきます。はい、オーブンに入りました。そしたらとりあえず30分ぐらいいきますか。今日はオーブンバリバリ使いますよ。はい、オーブンスタートしました。これ匂いするで。110。クリスマスということでね、今日はラズベリーパイを作ってみたいと思います。ラズベリーパイ DIY。砂糖こんだけ入れたよね。45cc ってごっついで。これぐらいかな。レモン汁入れます。そしたら煮詰めていきます。弱火、パイ生地いきますか。これはバター、油。どっちでもいいけど、オリーブオイルでいっときますか。オリーブオイルでいっときます。油を広げます。
パイ生地はね、作ろうと思ったらめんどくさいから、これは冷凍のを買ってきました。そう、これはね、便利よね。そしたら当分かかりそうなので、一旦パイ生地さんには抜いといていただきましょう。ちょっとこう、ぬくなるまではもうちょっと火力上げてもいいかもね。前菜のあてにね、テリーヌを、ドライフルーツとナッツのテリーヌ。全部切ったら多いかな。多い？わからない。なんかメインもあるし、どうですかね。そうやな。早く飲みたいよな。香りがしてきた。でもまだまだ水分が。そうやね。だいぶ時間かかりそうや。とりあえずテリーヌ半分切りました。あれやろ？変な犬連れた。いるかな。いるかなと思われてたみたいです。これ水分飛ばすのだいぶかかるで、これ。そうですね。ちょっと香りを外に。オーブン使ったらごっついぬくいな。暖房やな。これがね、だいぶ煮詰まってきました。コーンスターチ今日ないので、売ってなかったよね。片栗粉で代用。そしたら、卵を割っていきましょうか。そして、ラズベリーのジャムできたところで、これをぶち込みたいと思います。こんな感じかな？いつもの感じでいいですか？クリスマスやから星が欲しい？卵。こんな感じでどうでしょう？じゃあオーブンに入れていきます。2、30分？ラズベリーパイがね、下があんまり焼けてないような気がするので、一旦開けて、これ上焦げ防止でこれ乗せます。もうちょっとかかりそうですね。35分焼きました。できたかな？多分もう焼けてると思うんですけどね。そうや、下まで。焼けてるね。すごい。どうでしょう？下も、焼けてるね。焼けてる。オッケーオッケー。いい感じじゃないでしょうか。美味しそう。そうですね。じゃあちょっとね、冷まします。星もちゃんと、クリスマスやからね。星付きで。そしたら、クリスマス乾杯したいと思います。今日はね、スパークリングワインじゃないんですよ、これ。これは、フランスのシードル、リンゴですね。で、アルコール度数もね、あんまり濃いくない。ビールよりも弱い。3%。だからまあ、ちょっと物足りひん感じやね。こんな感じで、とりあえず前菜ね、モッツァレラチーズのサラダ、テリーヌです。いただきたいと思います。メリークリスマス。これリンゴの香りやわ。ちょっとなんかね、前飲んだ時に、スパークリングワインと間違えて開けたんですよ。んで、飲んだら、ってことになったんですけど、シードルだと思って飲んだらめちゃめちゃ美味しいやん。アルコール度数がね、ちょっと低いのだけがね、そろそろオーブンが、できてるんちゃいます？いい感じになってますね。
大丈夫です。はい。はい、出来上がりました。やったね。メリークリスマス。美味しい。シードルうまいね。これがテリーヌ。ナッツとフルーツ、ドライフルーツ。うまっ。シードルに合うね。うん、めっちゃ合う。クリスマスの時ぐらいしか食えへんもんね、これね。これ、うまいことできたね。クリスマスに電飾が間に合ってよかった。なかなかね、忙しかったからね。で、これ、電飾ね、最初、ボタン電池2個で、これ、2つ LED のセットがついててね。それぞれ1個にボタン電池が2個ずついるという。もう、あっという間にボタン電池やったら電気なくなるから、もともと 6V でついてたんで、USB5V やったらそのまま繋いだらいけるかなと思って、5V 繋いだら、ちょっと明るすぎて、なんかもう切れちゃいそうな感じの明るさになっちゃったんで、電流制限器、抵抗を1本かまして USB に接続してます。で、USB やったらね、もう暗なることもないし、長時間つけとっても電池の心配もないし、なかなかいい感じでできたんじゃないでしょうか。デザートワイン行きましょうかね。これどこのワインですか？アイスワインといえば、ドイツとかかなと思うけどちゃうん。キャナダ、オンタリオと書いてますね。さっきのね、カナダ産のデザートワインちょっとしか残ってなかったんでね、あっという間に飲んじゃいました。続いて、今度はハンガリー産デザートワイン。赤ボトル。中の色は赤やわ。どんな感じなんでしょベリー系。あ、いちごみたい。これいちごじゃないよな。いちごじゃないんでしょうね。カルベネソービニョン。でこんなに。ラズベリーパイね、だいぶ冷めてきました。もう食べれるかなということで、やってみようと思います。こうかな。こんな感じ。すごいね。はい。ラズベリーパイできました。じゃあ、デザートワインと、しかも赤やし、赤と赤で。ちょっといただいてみますね。うまそう。うまいうまい。この酸味がなんともたまらんね。チェリーパイにしようと思ったらチェリーが売ってなかった。そうやね。アメリカとかやったら、パイといえばチェリーパイっていうぐらい、チェリーパイやのにね。ワインは合いますか？合うね。デザートにいい感じですね。クリスマスっぽく、ベリーパイとアイスワインと、そしてリーフと。昨日はね、クリスマスパーティーを車の中でやろうということで、電力を思いっきり使ってですね、オーブンも2時間ぐらいつけっぱなし、IH もバンバン使ってね、料理しましたけど、バッテリーの方はまだまだ余裕ですね。今朝はですね、冬の朝ということで結構寒いので、生姜も入ってて温まるチャイラテを作ってます。使ったスパイスは、シナモン、カルダモン、アニスシード、ナツメグ、クローブ、ロングペッパー、生姜、そして砂糖、そして茶葉はアッサムとアールグレイをブレンドしています。おはようございます。朝飯作っていきます。これはね、昨日のパイ作った時のね、残りの白身。朝ごはんの準備ができました。
昨日の晩作ったラズベリーパイ、そしてサニーサイドアップから昨日のサラダですね。まあ昨日の残り物になっちゃいますけど、それとヨーグルトです。バナナ。じゃあいただきます。というわけでですね、昨日 95% ぐらいのところからパーティー料理を作り始めて、パーティーを終えた時点で 56%、朝ごはんを作り終わった状態でこれ 35% ですね。12ボルトの方はもう全然余裕ですよね。今回はね、クリスマスということでクリスマスパーティーを兼ねてね、全く走行しないで駐車中の車でガンガン電力を使ってどれぐらいいけるのかなということで、クリスマスパーティーを車の中でやってみました。これぐらい使えるとね、災害の時なんかも駐車中の車の中で避難していても生活するのには困らないのかなという感じですね。ただね、やっぱりここまで一気に使っちゃうと、ソーラーパネルだけで回復させようと思うと3日ぐらいかかっちゃうんでね、災害の避難生活などではもう少し気をつけて使った方が良さそうですね。まあちょっと走ればね、すぐ回復するんですけどね。今回の動画はこの辺にしたいと思います。完成に向けて作業の方も順次進めていきたいと思いますので、次の動画も楽しみにしていてください。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。Something new's about to start beneath the sky.